頑張って撮影したんだけどね、2日かかってんで2日かかってんのにね、大失敗でした。何を失敗したかっていうとね、クラッチ温度、それをねVCDS でこの OBD2 からデータをリアルタイムに取ってこうグラフにする機能があるんだけど、それ使ってずっとモニターをするっていうやつを撮ったんですよ。このフロントの下にあるエアインテークを生かして、普段蓋が閉まって風が通らなくなってるんですけど、あのエアインテークの蓋を外して風を通すようにしたらクラッチ温度は下がるんじゃないか。じゃあそれをデータを取ってみようつってやってみたんですけど、有効なデータとして使えないのでそのデータはボツにしたんですけど、新しい方の 1.8TT なもんで、フォルクスワーゲンと同じ乾式7速の DSG、アウディじゃないから中身はこれがやっぱり熱に弱いだろうっていうのはずっと考えてて、ジャダーが出てた頃はもうクラッチ温度の異常っていうのが一度だけメッセージ出たことあるんで、本当にただの街乗りなんですよ。熊谷から籠原行って帰ってくるだけでクラッチ温度の異常が出ちゃう。熊谷は暑いからしょうがないってあるんですけど、さすがにねちょっと暑すぎるっていうか温度が上がりすぎちゃうっていうのはね、ジャダーが起きてるってことは余計にクラッチがつながらなくて滑っちゃってる部分があったから温度が上がりやすかったっていうのもあるんですけど、この間網をくっつけたエアインテークの飾りがあるじゃないですか。であそこはエアインテークの後ろ側にカバーがつけてあって風が通らなくしてあるんですよ、わざわざ。でもちろん理由があるから蓋がしてあるんだろうなって、グレードの違いとかもあるのかなと思ったんですけど、あれ外したらどうなんだろうなと思って、今もうすでに外してあります。で両方から風が入ってくると。で意外とこのエンジンルームっていうのは気密性が高いっていうか、雨も入ってこないように、風の出入りも意外と少ない感じになってるもんですから、そこ開けただけでも風があんま入ってきたとしても逃げ場がなければ流れがないので、影響ないのかなと思ったんですけど、このタイヤハウスの奥側にちゃんと抜ける場所があるんですよ。であそこの下のエアインテークからのこの流入路ですね、そこ見ても電装系のものがないんですよね。でこれ濡れても平気じゃないかなと思って、今思いっきり開けちゃってあります。で網のネットがない状態で開けたらきっとカブトムシとか入ってきちゃうんじゃないかなと思ってたんで、ネットがあるから、思い切ってあそこ開けたっていうのもあるんですけどね。蓋が閉まった状態と開いた状態でそのクラッチ温度が変わるかなっていうのをずっとデータ取ったんですよ。で2回ほど気温が23度ぐらいの時と26度から28度ぐらいの時ですね、その2回で取ったんですけど、あんまり変わんないんですよね。蓋がしてあっても外してあっても、最高で118度ぐらいまで出てた。それは上がるのはしょうがないとして、じゃあ冷えてんのかなって言ったところで見ると、グラフが一回ぐっと上がるんですけど、また徐々に下がるんですね。でもしかしたらその
エアインテークが開いている状態だと温度が下がるのが少し早いような気もしないでもないっていうぐらいなんですよ。厳密に同じ条件で蓋が閉まってる時と開いてる時っていうのを取らないとデータとしてお店でできるようなもんでもないし、なので今はまあ感覚だけで喋ってるんですけどね、なんとなく冷えてる気がする。そのぐらいですね。少しでも冷えてくれればなというのがあります。にしてもエアが抜ける場所がね、このタイヤハウスって基本的に不圧になるっていうんで、ちょうど吸い出す感じなんで、完全にこれはやはりエアが入って出るっていうのを想定して作られてると思うんですよ。そう思ったらね、きっと効くんじゃないか。でも蓋がしてあるってことは何か理由があるんじゃないかっていうね、ちょっと両方あってメリットとデメリットがまだわからない状態です。皆さんもちょっとあそこのエアインテーク蓋が閉まってる人を開けてみて、なんか違いがあるかどうかやってみてください。冷えたらいいなっていうか、これからね、今5月ですけど梅雨が来て、もう梅雨のぐらいからもう暑くてね、きっとこの熊谷エリアの気温はっていうか、もう日本の気温はね、このアウディには辛いんじゃないかなと思いますんで、ぜひ涼しくなってもらいたいと思ってます。うまくいくかね。他にも今やってるのが、YouTube のコミュニティにも時々載せたりしてるんですけど、この高速道路に乗った時にこのハンドルがこうブルーっと震えるっていうのがあるんですよ。でしかもリアウィングが開く120キロぐらいで震えるんですよね。最悪なんですよね。でそれを直すためにいろいろとやっています。でこの間も一つ対策をしたんですけど、それはかなり影響あって、120キロでハンドルに振動は来る。ハンドルというよりもボディ全体に振動があるんですけど、だけど怖さがなくなったんですね、その最後のメンテナンスをしたおかげで。振動はあるけどもまだ踏めるなっていう。そちらね、もしかしてこの車もうなんか歪んでんじゃないのっていうふうに思うぐらいなんでね、治んなかったら。普通起きないもんね、そんな振動なんて。何をしたら治るのかわからないとこですね。アライメントが多少狂ってたってそんな振動が発生したことってないもん今まで。アライメントなんて絶対多分10年乗ってる車だって調整なんかしなくったって普通に高速道路乗れますからね。TT の場合はボディ全体が硬いっていうのもあるらしくって、とにかくそのタイヤとあと接地面ですね、この路面に対して影響をすごく受けやすい車だっていうのが海外の TT フォーラムに書いてありましたね。結構ハンドルのブレっていったところは悩んでる人が多かったようで、いろんなの見てたんですけど、全部やってるわと、全部やってるなと。これでダメだったらもう本当にこのフロントとかサスペンション、あと足回りですね、縦と横とあの辺り何か曲がってるとか形が歪んだと
とかね、そんなことも起きてんじゃないかなとか思うぐらいちょっと嫌な予感がしてます。このハンドルのブレっていうか振動に関してはそのうち、動画にまとめたいと思ってます。エアインテークの蓋を取ってみたっていう話だけですね。こんなに効果があるみたいなタイトルは全然つけられない話になってしまいましたけど、クラッチがあんなに熱くなるとはね。エンジンオイルはぴったり90で安定してるっていうのは、これも本当にすごいなと思いますよ。その温度のストッパーがないっていうのはどうだと、それ何考えてんだっていう気もするんですけどね。そんなに温度が上がるんだったら冷やす気候がなきゃまずいでしょ。またどっか壊れるかと思いますんでお楽しみに。ではまた。